皆様、おはようございます。イタリアの ETR600 銀様でございます。今回から新章が始まります。旅の出発地はドイツのフランクフルト。鉄道の要衝で国内各地から近隣国まで様々な場所に鉄道路線が伸びている都市です。ここからまずはベルギーの首都ブリュッセルを目指します。ですが出発する時から早速トラブルが起きていました。どうもお久しぶりです。僕はそのトラブルを起こしているドイツ鉄道所属の ICED です。今日は僕と銀ちゃんの2人がご案内を担当いたします。さて、今回ご紹介するフランクフルトからブリュッセルまでの区間。ここには本来なら乗り換えなしで直通する列車が走っています。種別は高速列車の ICE です。僕たちは当然その列車に乗りたかったんですけど、この日は残念ながら途中で線路が途切れていたんです。これは例えではなく、本当に物理的に線路が途切れちゃってたんですよ。というのも、ドイツの鉄道は夏から秋にかけて各地で線路の集中工事が実施されます。それに伴い、いろんな方面で列車の経路や行き先、待ち合わせ等が変更になっていたんです。なんか、ゆっくりさんの地元の電車でよく聞くフレーズだね。ドイツからベルギーのブリュッセルへ行く ICE は、最初に西部の都市、ケルンを目指します。ネックになっていたのはここ。実はケルンのターミナル、中央駅周辺で、大規模な改良工事をしていたのです。工事は昼夜問わず行われ、レールのみならず、信号装置や架線も交換。中央駅に隣接する車庫でも、分岐器の取り替えをするなど、各所で運転に必要な設備が取り外されていました。その影響で、ケルン中央駅を通る列車は、ほとんどが迂回、もしくは運休。フランクフルトからブリュッセルまでの列車も、直通運転ができなくなっていたのです。この事態に、私たちはどうしたのかというと、列車を乗り換える、という、とてもシンプルな方法で乗り切ろうとしていました。フランクフルトからは最初に、ケルン止まりの、国内 ICE に乗車します。そして、ケルン始発の臨時国際 ICE に乗り換えて、ベルギーに行く、という考えに至ったのです。2本目に乗る、ケルン始発の列車は、本来なら、フランクフルトから出発する系統です。この時は、大規模工事で線路が途中で途切れていたため、運転区間が短縮されていたのでした。ですが、こうした特殊な運転形態は、乗り換えが一切考慮されていません。何しろ、中央駅は、使えるホームが限られていますし、駅へ続く車庫も、大半の線路が閉鎖。なので、駅も車庫も、そして、その間を往来する列車すらも、出入りに時間がかかる状態になっていたのでした。この状況の中、さらに混乱を大きくしていたのが、ブリュッセル行き列車の始発駅が、何度も変更になっていたことです。ケルンには、工事が行われている、中央駅のほか、ライン川を挟んだ南側に、メッセ駅という、サブターミナル駅があります。そして町の北側にも、普段は近郊電車だけが発着する駅があります。ケルン発、ブリュッセル駅の臨時 ICE は、これらのどの駅から発着するのか、ドイツ鉄道の公式情報でも、わからなくなっていました。これは、工事で閉鎖される箇所が、日によって異なるためです。いずれの駅も、中央駅からは1駅、3から5分ほどなのですが、こちらの大体駅を出発するのか、予定通り、中央駅から発車するのかが、当日になっても不明だったんです。なんか私たち、ブリュッセルに行くとき、いつもここでトラブルに遭ってない？僕たちにとって、疑問かもね。このような事態に、僕たちはどうやって対処したのかというと、近郊電車で、ICE が必ず止まる、別の町まで行き、そこでブリュッセル駅を捕まえる、という考えに至りました。目指したのは、ドイツとベルギーとの国境の町、アーヘンです。駅自体は小さな地方駅なのですが、ICE はここに必ず止まり、乗務員の交代と、信号、電力システムの切り替えを実施します。なので急遽、アーヘンから、ブリュッセル駅の ICE に乗ることにしたのでした。ということで早速、ICE の代わりに、快速列車に乗車しています。この列車は、ラインルールエクスプレス。2018年から運転を開始した、新しい2階建て近郊電車です。
ドイツで走っている、都市近郊の列車といえば、赤い車体の、客車列車をイメージする方が多いことと思います。これは、ドイツ鉄道の近郊列車部門が運転していた列車です。今までの快速列車とは一線を画す、白い車体の電車。ラインルールエクスプレスは、こうした、既存のドイツ鉄道と入れ替わる形で、運転を始めました。ちなみに、名前にある、ルールとは、ドイツ西部に存在する、地域の名前です。決まりごとのルールじゃないですからね。ついでに言うと、ラインの方も、ライン側のラインで、線の意味ではありません。ライン側の周辺と、ルール地方を網羅する列車、という名前なんです。この快速列車が走るのは、ノルトラインベストファーレン州という地域です。ここは、ドイツの中で人口が最も多い州であり、大きな都市や工業地帯が各所に点在しています。したがって、鉄道の利用者も多いのが特徴です。ドイツ鉄道は、こうした地域にも、全国で統一された規格の客車で、近郊列車を運転していました。しかしそれでは、多くの乗客をさばききれません。どの町でも混雑がひどく、乗り降りに時間がかかり、絶えず遅延が発生。そのせいで、近郊列車はほとんど時間通りに走っていなかったのです。こうした状況を改善すべく、ノルトラインベストファーレン州は、ドイツ政府、ドイツ鉄道と共同で、改革に乗り出します。州内の主要な線路と駅を改良して、列車の運転本数を増加。それとともに、乗り降りがしやすく、収容力のある、新型電車を大量導入する計画を立てました。これは、2000年代中頃から進められていた計画です。その第一弾として、新しい高性能電車が、2018年に登場したのです。あれ、じゃあ最初に言っていた、線路の改良は？そっちは、2030年以降の完成を目標にしているんだ。何しろこの州は、線路の距離が長いし、旅客、貨物ともに、列車が多く走っている区間だから、大規模な改良工事を、一気にやるのが難しいんだよ。真夜中も、貨物列車が大量に走っているので、夜間に工事を進めることも、なかなかできないしね。ラインルールエクスプレスの列車は、半官半民のような形態で運営しているのが、今までの快速列車と違うところです。車両の発注と保有は、州の運輸局が行い、実際の運転は、民間の会社に任せているんです。しかしその委託先は、ドイツ鉄道ではありません。現在、ラインルールエクスプレスを運営しているのは、ナショナルエクスプレス。イギリスで、長距離バスなどを走らせている、英国の公共交通機関の会社です。このイギリス系の会社に加え、2020年までは、一部の路線が、オランダ国鉄系の会社にも委託されていました。だから車体には、ドイツ鉄道のロゴが一つもなかったんですね。反対に、イギリスの街角で目にしていた、ナショナルエクスプレスのマークが、側面にさりげなく書かれています。だけど T ちゃん、そんな需要の多い路線を、外国の会社に依頼して、大丈夫なの？ドイツ鉄道は反発しない？文句は言えないよ。だってうちは、入札に失敗しちゃったんだもん。ラインルールエクスプレスは、運営する会社を、競争入札によって選定していました。ドイツ鉄道の近郊列車部門も、その運営の選定に応募したのですが、他社に比べて、人件費が高いことを理由に、運営権を落札できなかったんです。こうした経緯から、ラインルールエクスプレスは、イギリス系の会社が、運営の権利を勝ち取ったのでした。この契約は、2033年末まで有効となっています。このように、快速列車の運営は、イギリス系の会社です。けれど、車両はしっかりドイツ製です。ドイツの車両メーカー、シーメンス社が製造する、2階建て近郊電車が使われます。形式番号は、BR462。メーカーでは、デジロ HC と呼ばれる列車の一つです。デジロというのは、シーメンス社が製造する、近郊、ローカル線向け車両の製品名。英語で、望む、を意味する、デザイアから取られた名前です。そして、HC とは、ハイキャパシティの略。2階建て車両を連結し、都市間輸送に威力を発揮します。ってことは、この電車は言ってみれば、マックスのぞみってこと？そう考えると、ICE より信頼性が高そうだね。この電車の特徴は、車両ごとに役割が明確に分かれていることです。
編成の両端にある先頭車両が、1階建ての電動車。そしてその間に、2階建ての付随車が挟まれます。まるで近鉄の、ビスタ X のような構造ですね。本当は、すべての車両を、2階建て構造にしたいところですけれど、電動車には、どうしても場所を取る、電気機器を乗せなければいけません。この解決策が、大きな機械と動力機能を、両端の先頭車にまとめる、という考えでした。その代償として、先頭車両は1階建て構造になってしまいますが、電気機器を集約することで、モーターのある車輪に荷重をしっかりかけ、スリップしにくくできます。また、先頭車両を重くすることによって、障害物と衝突した時、大きく脱線するのを防ぐ効果もあるんです。逆に、お客さんが集中しやすい中間車は、すべて2階建て。モーターがない、付随車とすることで、車体すべてを客室にして、収容力を上げています。この特徴は、ドアにも現れています。乗り降りのしやすさと、混雑緩和のため、中間車は、幅 1.8 メートルもの、ワイドドアが採用されているのです。それとともに、デッキを広く作り、混雑時には、立ち席の空間として機能させます。ラインルールエクスプレスには、この462型が、84編成在籍。本来の発注は、82編成だったんですけど、後に2編成が追加されました。製造中に、車両に欠陥があることが判明したため、納入遅延が発生。その保証として、2編成を無料で製造したからです。つまり2編成は、アンサルドブレだっちゃった代償なわけですか。そういうことになるね。シーメンスもたまに、アンサルドブレダ現象を起こして、アンサルドブレダをやってるんだよ。BR462 型は、すべて4両編成で構成され、着席定員は、400人です。あれ、定員が意外と少なくない？と思われるかもしれませんが、これはあくまで、座席の数。それに、バリアフリーの設備や、混雑時に立って乗る空間、自転車置き場などを考慮しなければいけないので、席が多く配置できなかったんですよ。一部の座席は、左右の壁を背にして座る、ロングシート配置にすることでも、立ち席のスペースを確保しています。1編成が4両という点も、実は今までの快速揚客車より、車両数が少なくなっています。けれどもこちらは、2編成をつないだ、8両編成での運転が可能です。今乗っているこの快速列車も、8両で運転しています。そして、この電車で地味ながら面白いのが、エアコンです。車両を作ったのは、ドイツのシーメンス社なんですが、空調装置は、三菱電機製を採用しているんです。ドイツにおける三菱電機は、最近、鉄道用の電装品でも、少しずつシェアを伸ばしてきているんですよ。ラインルールエクスプレスの他にも、2028年末から導入される、各駅停車用新型車にも、同社が作る空調装置が選ばれたそうです。こちらも車体はシーメンス製で、南部のミュンヘンを走ります。13両もの車両が連なる構造で、90編成の製造が予定される、大型発注です。ということは、空調装置も、1000台以上の数が製造されるわけだよね。1350台が納入されるらしいよ。一部の車両には、1両に2台の空調が装備されるからじゃないかな。ドイツでは2000年代以降、真夏に気温が40度近くなる日が、たびたび出てきました。しかも、各駅停車や快速列車は、都市部で頻繁に停車し、大勢のお客さんが出入りします。なので、冷却効果の高いメーカーのエアコンが選ばれたのでした。実際、夏場にラインルールエクスプレスに乗った時、ICE よりも車内は涼しかったです。それよりも、私がこの車両で気に入っているのは、ゆっくり、いたの。おとなしくしていただけで、ずっといただろ。そんなことよりもだな。私が一番気に入っているのは、なんです。走行音だ。値段じゃないのね。私が音が好き、といった時点で、勘のいい方はお分かりになっただろう。この電車は、モーターの音が個性的、かつ、ものすごく大きいのである。しかもなぜか、電動車の車輪が空転しやすいのだ。まずはそのモーターの音を、お聞きいただこう。
Stolberg Hauptbahnhof. お分かりいただけただろうか。この時の天気は、見ての通り、綺麗な晴れ。しかも乗っていたのは、8両編成の最後尾だった。本来なら、一番空転が起きにくい条件だったのだが、加減速ともに、車輪が大きく空転する箇所があったのだ。景色と音の関係からすると、分岐のところで、車輪が跳ねてる感じがするんだよね。さっきてぃちゃんさんが、電動車を重くして、車輪に荷重をかける仕組みだって言ったのに、それを真っ向から否定する走りになっちゃってるよな。この車両には、お客さんがあまり乗ってないから、重さが足りないのかも。ケルンから快速列車に乗って1時間。列車はなんとか無事にアーヘンに到着しました。ここは、ベルギーやオランダの国境に近い町。駅のホームには、ベルギー国鉄の吊り掛け車や、オランダ領へ走っていく列車が、時折姿を見せています。少し離れた誘致線には、国際貨物列車を受け持つ、電気機関車が止まってますね。この駅で、僕たちは列車を乗り換えます。到着して間もなく、ブリュッセル駅の ICE が到着するとのアナウンスがホームに流れます。こっちは動いててよかったね。ほんとだよ。最悪、ブリュッセル駅 ICE まで運休だったら、ベルギー領内も、快速列車で行く計画を立ててたんだ。こっちもこっちで楽しいからね。高速列車とは別の、景色のいい山間部を走るんだ。さすが T ちゃん。バックアッププランが、綿密に組まれてますね。それだけ、ドイツ鉄道が信頼できないだけだよ。ドイツとベルギーを結ぶ ICE は、2023年まで、初代 ICE3 の国際型、BR406 型が使用されてきました。けれども現在は、新世代の ICE に交代しています。その車両とは、2021年から製造が始まった新型車、ICE3 ネオです。今日はこの新しい車両に乗り、ブリュッセルを目指します。ICE3 ネオは、国際運用を視野に入れた、ドイツ鉄道の高速車両。96編成もの大量発注がなされ、2025年の時点で、45編成以上が製造済みです。また、導入直後は、ドイツ国内限定だった運転範囲も、編成数の増加とともに拡大されました。2024年からは、ベルギーのブリュッセルと、オランダのアムステルダムへ、それぞれ乗り入れています。アーヘンからブリュッセルまでは、1時間15分ほど。従来型の ICE3 と走行性能は一緒なので、時間短縮効果はありません。乗り心地も一緒だよね。相変わらず、左右によく揺れています。ICE3 系列の癖だよね。ところでこの車両、先ほど乗ってきた2階建て電車とともに輸出が決定しているんです。その先は、中東のエジプト。やはりエジプトか。いつ出発する？私も同行する。ユクリーン。100万平方キロメートル。日本のおよそ 2.7 倍もの国土を持つ国、エジプト。この国には、イギリス統治下時代に建設された、古い鉄道網がある。しかしこれらは、近代化工事や十分な整備が行われず、傷んだり、老朽化が激しく、増え続ける需要に耐えられなくなっていた。車両も、古いディーゼル機関車がほとんどで、速度が遅く、信頼性の高い交通機関とは言えない状態だった。そこで、ドイツのシーメンス社は、エジプトの建設会社と共同で、鉄道インフラの大規模な改良計画に乗り出した。そこでは、新たな線路を建設するとともに、電化工事を実施。車両では、貨物輸送、都市近郊輸送、そして高速鉄道の3部門で、シーメンス製の車両が導入される。旅客輸送を担う車両たちは、近郊電車が、先ほど乗ってきた、デジロ HC、高速列車に、ICE3 ネオと同系列の、ベラロー線艇。どの方も、エジプトの気候を考慮した改良がなされている。エジプトの線路は、都市部を出ると、砂漠の中を走るので、砂や埃の侵入を防ぐ独特の構造を取り入れたのが特徴です。ドイツの車両と比べると、車両間の隙間にカバーが追加されていますね。あと、地味ながら大きな役割を果たすのが、車両との間に取り付けられた斜めの金属部品です。これは、走行中に車両の下から巻き上げられた空気を遮断する効果があります。砂漠地帯を高速で列車が走ると、
どうしても空気と一緒に、地面の細かい砂を、屋根の方向に巻き上げてしまいます。すると、屋根の上にある空調装置が砂で詰まってしまったり、パンタグラフなどを損傷させる危険が出てきます。そこで、この斜めの部品を取り付けることで、車体の底面や側面から巻き込む空気をカット。トラブルの発生を防いでいるのです。他にも高速車両では、走行機器の冷却にも、今までの車両とは違う、独特の工夫が加わっています。通常、床下の機器は、車体の外から空気を取り込んで冷却します。しかし、砂漠の多いエジプトは、昼間の外気温が40度から50度近くになり、十分な冷却が行えません。そこでエジプト向けの高速車両は、一度エアコンで涼しくした客室内の空気を、機器の冷却に使うことにしました。そうすると、20度台の空気で機械が冷やされるので、オーバーヒートになりにくいのです。エジプト向けの高速車両は、車体の基本構成などは、ドイツ仕様とほとんど同じ。ですが最高速度は抑えられ、時速250キロとなっています。これは、新しく建設する、エジプトの線路事情に合わせて、速度が最適化された結果です。今のところ、中東向けの車両はすでに製造が始まっていて、一部の編成が、現地に輸送済み。現在は、完成した線路を使って、テスト走行が実施されているそうです。エジプト向け、シーメンス社は、近郊電車が94編成、高速列車は41編成、それに同じく41両の貨物用電気機関車が加わります。これらの車両は、首都のカイロを中心に、北の地中海と東の航海に伸びる総延長2000キロのネットワークを走る予定です。この車両たちも、営業運転が開始したら乗りに行きましょうね。俺、エジプトに行ったら、ケンタッキーのスフィンクス前店で、ケンタランチするんだ。そこ、ピザハットもあるみたいですよ。とまあ、さっきまでの冷や汗を、暑い国のお話で中和しました。それではそろそろ、ブリュッセルへの旅に戻りましょう。列車はアーヘンを発車すると、すぐにベルギーの領内に入りました。T ちゃんのバックアップ作戦も成功し、新型 ICE は、ブリュッセルに向けて、改装を続けています。でももう、僕面倒見きれないよ。ここから先は、いつもの通り、運を天に任せるしかないからね。そんなこと言わないでよ T ちゃん。ここからがお姉ちゃん力の見せ所じゃない。仕方ないなぁ。頑張るよ、ちょろい、なんか言った？だいたい銀ちゃんだって、お姉ちゃんでしょ。二人で乗り切ろうよ。そう言われちゃあ、頑張らないわけにはいかないなぁ。ちょろい、お互い様でしょ。ところで今回、なぜ私たちがブリュッセルに行くのか、まだお話ししていませんでしたね。その目的は、欧州最悪と呼ばれる列車に乗るためなんです。最悪の列車って、ドイツの ICE じゃねえの？いて。あれよりも、悪い評価を受けた列車がいるんだよ。なるほどわかった。オランダとベルギーを走るはずだった、V250。そっちはすでに乗ったでしょ。ゆっくり、しっかりしなさい。じゃあなんだよ。それは次回のお楽しみということで。では皆様、ここまでご視聴いただきまして、ありがとうございました。